では朝起きて、僕が毎日やっている、顔のマッサージ、むくみ取り、それから、顔のストレッチングで下半身のストレッチっていうのをやっていきます。朝起きて、目が覚めるじゃない。でも目が覚めても、さあ起きましょうっていうスイッチはすぐは入らないね。朝起きるとぼーっとしてるじゃない。で、人間の体のスイッチっていうのはアナログのスイッチなんで、デジタルみたいにパパパパパとは変わらないんだよ。なんとなくぼーっとしながらスイッチが入ってくる。でその時に、起きた時に顔がむくんでてまぶたが重いと、ああなんか辛いっていう気になるじゃない。でそれを朝まず起きる前にちゃんとむくみを取ってあげる。でむくみを取ってあげて顔のストレッチングして顔を起こしてあげると、それだけでああなんか気分が軽いなっていうスイッチが入る。案外大事なんです。ちょっとやりながら説明していきましょう。はい、手をください。顔の静脈っていうのはこの鼻の両脇、それからこの耳の外側、ここにこう流れてます。でよく皆さん外に一生懸命マッサージをするんだけど、外にやっても、頬骨から内側は内側に流してあげた方がいい。で頬骨から外側は外に流してあげた方がいいっていうのね。はい、手をください。で流すといってもこするんじゃなくて、こういうふうに押さえます、押さえます、押さえます。で真ん中まで押さえたら鼻の両脇にこういうふうに手で押さえながらむくみを下に流してあげる。押さえて流してあげる。押すんじゃなくて全体に、手のひら全体に押さえて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 、でここの押さえて、細かいところは指の腹で、はい、今度少し下がりました。一箇所下がって押さえて押さえて押さえて、また下に、はい、もう一回上押さえて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 で押さえて、今度は鼻の両脇でこう下まで下がってくる。気持ちいい？でむくんだまんまで起きると、むくみっていうのは水ですから重いんだよ。そうするとむくみが下に下がるとどうなるか、シワが深くなるむくんだまんまで起きるから、どんどんシワが深くなってくるんです。だからむくみをしっかり朝取ってあげると、そんなにシワが深くならない。でもう一回下がってこんな感じ。はい、今度は外側行きましょう。外をこういう感じ、顎の下までしっかり押さえて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 、大丈夫？でそうするとどう？ご自分のこう触ってる感覚、今手のひらの下の皮膚はなんか薄くなってきてる感じ。薄くなってる感じがする？します。そうするとむくみが抜けてくると、こう顔のラインが、鉛筆のライン1本分ぐらい薄くなって、小さくなっちゃう。よろしいでしょ。ある程度はだいぶ薄くなったのはいい感じだなと思ったら、ここ今度は顔のストレッチングします。ここを押さえてギューッと上げる。目を開いてね。目開かないとね、気持ちよく寝ちゃうからここをグーッと、はい、上に。で顔の筋肉は表情筋って言って、皮膚とくっつきが強いのね。だから外からこうやって引っ張ってもストレッチングができるのよ。他のとこはなかなかできないのよ。こうグーッ、ここで頑張ってんのよ、夕方まで落ちてきちゃダメよっていう念を飛ばしながら、ここでしっかりこう上げてってあげる。結構気持ちいいでしょ。そうするとまぶたがすごく軽くなって、目がパッチリ開いてパッチリしてきたでしょ。ちょっとこう口開けて閉じてみて。今普段顎が痛かったりする？大丈夫です。大丈夫、はい、でちょっと顎関節症の人が増えてて、こう顎のこう開けるとカクッカクってなったり、それからあと今スマホを使う時間が長いじゃん。そうするとずっとスマホを使うのに下向いて、ぐーっと下向いて、このままずっと下向いてると、
この顎の筋肉が硬くなって口が開かなくなっちゃう。で口が開かなくなると、首も硬くなってきちゃう。で案外顎ってねストレスが溜まってるんです。で顎のストレッチング、これも自分でできます。で小さく口開けて、で下顎を前、そうそうそう、上手。はい、下顎を後ろ、そう上手。でどっちが楽？前が楽ね。前が楽だったらちょっと手を貸して、手をこう当てます。だからこう当てます。ここ、そうそう。で前が楽だったら前で押さえて軽くね、軽く、でゆっくり戻す。ゆっくりね。はい、ゆっくり戻す。そうです、そうです。ゆっくり戻す。ガクンってやらないでね。前に押してきて、前に下顎出して前から押さえてゆっくり戻す。そう、もう一回前で軽く押さえてゆっくり戻す。そうすると今度後ろ引いてみて、どう？楽です。楽やった？これ多分逆に後ろが楽だったら親指で押さえて後ろに下げて、後ろに下げるのを親指でここでこう軽く押さえて、そう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 、ここで押さえてゆっくり戻していいです。はい、今度ね、はい、ごめん、ちょっと一回手離して、小さく口開けて、はい、今度下顎を右、左、上手上手。これどっち楽？左ですね。左が楽？左で軽くこう押さえて、こんな感じ。軽く押さえて、でゆっくり戻す。そう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 、軽くでいいのよ。軽くこっち左に下ろしてきて、左に顎をずらして、そうそうそう、ここで押さえてゆっくり戻す。もう一回グーッ、そう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 、はい、ゆっくり戻す。はい、そうすると今度右左やってみて、どう？よくやった？そうするとはい、口開けてみて、閉じてみて、こんな感じ。楽になってる？これだけでも楽になる。でもう一ついこう。ここのところ、この噛む筋肉ね、この噛む筋肉をこう押さえて軽くこう回してあげる。ここ。それからここの筋肉、側頭筋って言うんだけど、ここも噛む筋肉なの。ここですか？でこの2つをここで押さえて、ここで押さえて、こういう感じ。これ気持ちよくね。これ自分でやるときは手を貸して、ここのこことここでこういう感じ。これなんか実はスマホ使ってる人多くなったんで、首が凝るっていう人多いんだけど、首を一生懸命マッサージするよりもここをちょっとやってあげると案外楽になったりします。はい、ここから今度は足のストレッチングになります。慣れてくると顔のストレッチングしながら足も自分で動かしていくんだけど、はい、これ曲げて、まずはももの後ろ行きましょう。はい、これちょっとこう持って、はい、こっちもでこういう感じ。柔らかいですね。柔らかい人はできれば片方こっちの手をここまで、そうするとこの足の裏からももの後ろまで全体が筋肉がストレッチングです。ただストレッチングはいじめる運動じゃないんで、嫌だなと思ったら無理しない。ちょっとこっち硬いなと思ったら、軽く、例えばこの辺でもいいです。この辺でもいいし、無理してギューギューギューってやらなくて、楽なところまで楽な範囲で、っていうのが大事です。はい、もう一回こっちに行きましょう。あともう一つはストレッチングはダイナミックストレッチングとスタティックストレッチングっていうのがあるから知ってる？運動の前とかはダイナミックストレッチングでゆっくりこう関節の可動域、関節を大きく動かす、こういう感じだからあんまり長い時間ゆっくりこう伸ばしすぎてぐーっと長く伸ばせばいいんじゃなくて、もうちょっと短くこういう感じ。そうすると、関節が少し柔らかくこうなってくれればいいなっていうのがストレッチング。この方が朝は向いてます。でなんでかというと今度こっちが例えばこれゆっくり筋肉を伸ばすでしょ。これスタティックストレッチングってこれ15秒とか20秒とか30秒とかっていうふうにゆっくり伸ばすのね。そうするとこれは筋肉がゆっくり伸びてくるんで伸びすぎちゃって伸びる間に筋肉の中の老廃物が外に出ていくんだけど、今度は長い時間伸ばしたことによって筋肉が縮みにくくなっちゃう。そうすると力が入りにくくなっちゃうね。だからあまりこう運動の前とかにゆっくり伸ばしすぎると逆にパフォーマンスが悪くなっちゃう。で今、はい、
今は朝ですからこう割と短めにこう軽くこう自分でこういう感じで十分、はい、ももの後ろ行きました、はい、次今度こうやって、はい、これもしんどいところやらなくていいです。順番にやってみたらこれ嫌だなと思ったらやめとけばいいね。これ開きます。内ももここのストレッチ、はい、これ大丈夫？大丈夫です、これも軽く伸ばしたらはい戻して軽く伸ばしたらはい戻して、あ、今日もちゃんと動くかなって確認する程度で朝は大丈夫です、はいはい、今度これ抱えて片方こっちそうでしんどい人はここで止めてもいいです、ここでこの外もものストレッチング、今度やってみようかな、こっちやってみて外もものストレッチング、ここね、でこれできるかな大丈夫だなっていう人はここまで持ってきて、はい、これここ持ってもいいです、そうすると少し深くなってくるでしょ、あんたゆうさんやらかすともう少しやってみるこっちを持ってグーッと持ってきても柔らかい人は別にこう伸びるし、ここは伸びる感じ、はい、反対これもあんまり長くゆっくり伸ばさなくても軽くハンドをつけて、はい、1、2、3ぐらいで、こんな感じで少し何回か朝起きて少しこうやって何回か交互に繰り返しながら、でただ痛い方があったら痛い方はやらない、楽な方を先にやっていく、今度今ここ外ももやりましたよね、はい、初めにももの後ろやりました、それから内ももやりました、それから今度こうやって外ももやりました、はい、で今度は、はい、足を伸ばして手は横に広げます、はい、今度はこの足を伸ばしたまんまでこうひねります。これなんで伸ばしたまんまっていうと、これ伸ばしたままね、このラインがずーっと伸びてるでしょ、肩甲骨のあたりで腕を横に広げることで肩まで伸びる、ちょっと下げてみようか、腕を下に下げてみて、そうここに楽に、ここでやってみて、はい、伸ばした、あんまり肩まで来ないでしょ、そうですね、これ腕横に広げてみて、はい、こっちに持ってきてグーッてそうするとどう？はい、ずーっと違うでしょ、伸びてる感じが、こんな感じ、はい、反対で、これなんで伸ばしたままかっていうと、これを曲げて、はい、ひねってみて、そうすると腰をひねりすぎちゃう、そうすると腰を痛めちゃうことがあるんで、膝は伸ばしたままで無理しない程度で十分です、こんな感じ、で特に朝軽く朝ですから、そんなにギュギュやんないでこんな感じ、はい、今度ももの前のストレッチにいきましょう。向こう向いて、こっちですね、でお膝をこっち曲げて、まずここまで曲げて、それからこう持ちます、そうここまでしっかり曲げてから持てば持ちやすい、で、このままこう下ろしてくる、そうするとももの前のストレッチ、ここまで伸びてくるでしょ、でできる人はこうお尻に足の裏がつくぐらい、はい、戻して、こんな感じ、はい、もう一回、ここまで、はい、もう一回、はい、一回ちゃんと伸ばしてから持ってくる、はい、OK です、はい、反対いきましょう、一回伸ばした方がいいですか？一回伸ばした方がね、一回伸ばして筋肉を伸ばして緊張してるのを一回緩めてあげる、そうで、これも運動の後だったらこれ20秒とか30秒ゆっくり伸ばした方がいいけど、朝起きた時は運動前のストレッチングと一緒で、あまり長い時間伸ばしすぎない方が力が入りやすいです。その後のパフォーマンスが良くなる、はい、戻して、はい、ここまでで朝のストレッチングおしまいです。はい、お疲れ様でした。じゃあ今度、手のストレッチング、腕のストレッチングいきましょう。で、なんでやってほしいかというと、手って毎日掴んだり離したり掴んだり離したりしてるじゃない、で、割と皆さん使いっぱなしにしてるね。手を洗うだけでおしまいでしょ、手を洗ったらもうおしまいって言ってるんですよ、そうすると使いっぱなしにしてると指の筋肉ってここからずーっとここまでつながってるね、ずーっとつながってる、でそういう筋肉が使いっぱなしにしてるとどんどん硬さがコリコリこういうところが硬くなってくる、
はい、ちょっと見せて。そうすると割と柔らかいね。こういうところのほらちょっとこう硬くなってるでしょ。こういう中の筋がさ、ほらここもちょっと硬くボコボコしてるでしょ。ほら、こっちもこうやって触ってみると分かるけど、こうやって触るとほらポコ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 ってするでしょ。これがみんな筋肉が使いっぱなしにしてだんだん筋に腱って言うんだけど、腱にしこりができてきてるね。でこれがそのままずっと何年もやってると、ここのところがヘパーデン結節なんだけど、この指先がちょっとこれ少し出てきてるね。ちょっとこの指先がボコボコって硬くなって変形し始めちゃう。あと腱鞘炎でひどくなったり、あと手根管症候群、ここが神経が圧迫されて、これの筋肉が神経圧迫を起こして痩せてきたり、あとテニス肘とか、それからこれはこの動きが硬くなると四十肩五十肩もそこから出てくる。でそれを予防するのに1日1回でいいからストレッチングをする習慣をつけましょう。簡単です。まずはさっき言ったようにストレッチングは痛いところ頑張らなくていいからね。痛かったらやめてね。まずこうやって持ちます。でこのまま肘をこう絞るようにちょっと前に持ってきて、そうすると今手の甲の方が左手のこのラインが伸びてますよね。軽くいてててって頑張んない。軽くね。はい、戻して今度反対軽く。そうこの時のポイントはこの手首をしっかりこう曲げて、持っていく。ここだけでこうやってもダメね。ここからしっかり手首の根元からこう伸ばして、はい、反対で。今度ちょっと慣れてきたらここから肘を絞ります。肘を絞ったら今度肩もちょっと前に持ってきて、そうすると肩甲骨まで伸びてくるでしょ。そうすると腕から今度肩甲骨のところのストレッチングも一緒になってくる。はい、反対軽く伸ばして肩甲骨までぐーっと気持ちよく伸びてくるでしょ。はい、今度は手のひらとひらこのまま、でこの時にね、親指を全部こうやって遊ばせちゃうともったいない。親指も全部重ねて、親指もここで伸ばしてあげる。親指から小指までしっかり伸ばすよ。そうすると手のひら側ずーっと伸びてくるでしょ。で楽な高さでいいです。どの高さでも楽な角度でいいです。自分で楽にできる高さ角度で無理しないでゆっくり伸ばす。はい、反対戻して今度反対いきましょう。繰り返して、楽な高さで楽な角度でずーっとこう伸ばしてあげる。はい、戻して、はい、もう一回いこうか。そうすると2回目やるとだんだんさっきも柔らかいでしょ。だから1回でギューッストレッチングは1回で柔らかくしようと思って頑張んないで2回3回ってやってると、はい、反対2回3回繰り返しやってるとだんだん柔らかくなる。で痛いなと思ったらあんまり深くやらない。嫌だなと思ったらもうやめちゃう。楽なところは得意になって痛いところは適当にっていうのが大事なんです。はい、もう一回反対。ここではい、こんな感じね。はい、できました。じゃあ今度もう一ついきましょう。手のひらを上に向けて、手を90度ここに90度親指も隠すように。でこれでこっちでもいいですよ。これでいいです。でこのままこれをこう折ってくる。そうすると二の腕、上腕二頭筋っていうけどね、二の腕ここのストレッチで、どうしても人はこう持ち上げる動作が多いんで、ここがすごく硬くなっちゃう。でこれを硬いままにしてると一回戻して、これを硬いままにしてるとここのラインでここに二頭筋ですから2つラインがある、筋が来てるんだけど、ここが硬くなっちゃう。そうするとね、どうなるかっていうと、グーしてごらん。ギューしてこう腕に上げてみて。そうするとさ、腕って重くない？重いでしょ。グーして力が入ってる状態で毎日動かしてると肩にすごく負担がかかって四十肩五十肩になっちゃうんです。でこれパーして上げてみて。そうすると楽でしょ。全然違うでしょ。だからこのパワーをして楽な状態をいつも作ってあげるために、はい、手を前に出してここでこうゆっくり伸ばしてあげる。持ち上げるっていう動作が多いから
必ずここまでこうやって、はい、戻して、はい、もう一回伸ばします。はい、戻して、はい、ここで、はい、戻す。はい、反対。今度こっちだって。繰り返して。そうそう。で、でももう一つの注意は、あんまり肘をこうやって伸ばしてみると肘を痛めることあるから、ちょっと肘をちょっと戻したい。伸ばしすぎないでちょっと戻したい。そう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 。そのぐらいの感じ。はい、戻して。こう伸ばしてって、肘をちょっと戻したい。はい、戻して。はい、もう一回、ここで。はい、戻して。はい、こんな感じ。そうすると、今度上に上げてみて。こう上、楽になる。軽くなってるでしょ。で、さっきのほら、ボコボコした感じ。なくなってるでしょ。こんな感じ。僕1日1回ぐらいしかやらないけど、こう触ってみて。柔らかいでしょ。1日1回やるだけで、手から、腱鞘炎とか指の変形とか、それからテニス肘とか肩とか、そういういろんなものが全部この上半身のストレッチングだけでも予防できます。ぜひ毎日やりましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、僕朝必ずノルディックウォーキングをして歩いてるんだけど、それはまた、テキストでちょっと見てもらって、散歩してる途中で、必ずやることがもう一つは、四股踏みなんです。で、なんで四股踏みやるかっていうと、ちょっとやってみましょうか。足を肩幅よりも少し開きます。で、そうね、そこからまずちょっとこうつま先は外向けて、そのままちょっと落とします。そう、なるべくこう前に行かないでまっすぐ落としてくる。そう、ここに力入ってる。で、このまま左膝に体重を乗っけて、右をちょっと持ち上げる。で、無理しなくていいよ。ここで、はい、止めて、はい、下ろして、で、下げる。そう、ここで右膝に力ためて上げて下ろして下げる。これだけなんだけど、これをやるとちょっともう一回やってみようか。結構大変でしょ。大変です。ここで止めるでしょ。で、ここで体重を乗っけて上げる。で、止める。そうするとこの時に実は足の裏から膝、股関節、背骨、みんな全部使ってるね。はい、こっちからやって。で、この時にバランスをこう取るセンサーが働いてくる。で、バランスセンサーっていうのは、足の裏だけじゃなくて、足の裏にもあるし、手のひらにもあるし、関節の周りにもあるし、筋肉の中にもあるんです。で、それメカノレセプターって言うんだけど、そういうセンサーが使ってないとどんどん落ちていっちゃうね。機能、センサーの感度が悪くなってっちゃう。で、毎日ちょっと四股踏みとかやってバランスの運動をしていくと、バランスを感じるセンサーの感度がまた上がってくる。そうすると、フラフラした時にちょっとフラフラしたなと思った時にこう転ばないで次の足が出るわけ。そのためにはセンサーの感度を少し上げておく必要がある。で、これも朝のうちにやるとすごく一日楽に体が動きます。軽くでいいんです。はい、開いて、下ろして、で、無理をしない。ちょっと体重乗っけて、痛くない範囲で、はい、下ろして、お相撲さんみたいにぐーっと深く上げてってやんなくてもいいから、ちょっとバランスをとって、ゆっくり下ろして、深く下ろす。だんだんね、痛くないって深く上げて、下ろして、そう、痛くない範囲で、自分ができるところで上げてきて下ろす。で、例えばこっちを上げるの痛いなと思ったらもう上げるのやめる。楽な方だけ少し余計にやればいい。楽な方だけ上げて下ろしてって5、6回やって、楽な方だけ上げて下ろしてってやるでしょ。そうするときつかった方がなんか不思議と上がるようになっちゃう。さっきの相対法と一緒です。そうするとこれだけでバランスを感じるセンサーの感度がグッグッグッと上がってきて、毎日やってるうちに全然ここで止まれるじゃんっていう感じに変わってくる。で、初めのうちはちょっと不安定な人はなんかちょっと捕まってやるとか、ポールでもいいし、なんか
台所のテーブルの椅子でもいいし、ちょっと捕まりながら、ちょっと捕まってこうやってやればすごく楽にできるようになります、これが四股踏みです。じゃあこのまま今度マサイメソッドをやりましょう、もう少しここまで来て、でここで横でこう立ってもらった方が多分見やすいのかな、手をだらーんとして立って、そうすると今結構姿勢良くなっちゃったね今ちょっと姿勢一回ちょっと悪くしてみようか。ちょっと反り腰反り腰ちょっと反り腰で、反り腰になるとなってる人って手が前に来ちゃうんです、そうすると今どこに体重かかってるかっていうと、ここに乗っかってるでしょ、それからあとつま先の方に体重が乗っかってるでしょ、そうすると立ってて腰のところにすごく負担がかかっちゃう、で立ってるのが辛くなるのね。これを今この状態でお顔を右向いて左向いてっていうと、どうこの感じ覚えてるね、今はこのぐらいが向ける感じでしょ、上半身をひねってみて、反対ひねってみて、今このぐらいね覚えておいて、でこれを今度おへそを上げます、おへそを上げます、お尻をちょっと絞ります、キュッと絞って、おへそもちょっと上げて、お尻をキュッと絞って、そうするとここに力入りましたよね、で肩上げてみて、下げてみて、そうするとどう肩の力抜けてる？わかる？おへそに上げてお尻キュッと絞って、そうするとここに力が入ると、肩上げて肩下げて、ここの力、上の肩のところの力抜ける。抜けます。これでお顔を右向いてみて、左向いてみて、どう向きやすさ。なんか回りますね。回ったでしょ、今度上半身をひねってみて、ほら反対ひねってみて、回しやすいです。多分ビデオで見ても分かるくらい回しやすくなる、これなんでかっていうと、おへそを上げてお尻をキュッと締めると、そうすると体幹筋、体の背骨を支えている筋肉がしっかり働くようになる、そうすると、骨盤の上に今きれいに背骨が乗っかっている。この状態をいつも確認するようにすると、全てのスポーツ、何の運動でもすごく楽にできる。運動だけじゃない、ダンスとかね、よく体幹トレーニングっていうけど、皆さん体幹トレーニングをすれば体幹筋がつくと思ってるのね。でもそれって意味がないの、このバランスを走るとき、跳ねるとき、飛ぶとき、動いてる最中にこのバランスをいつもここで維持する、この筋肉が働いてくれるようにするために体幹トレーニングをする、だから逆に言えば普段の立ち姿勢でここを意識してない人は体幹トレーニングしても意味がない、でここはちゃんとできるって言うんだけど、ここで歩きましょうって言ったら緊張して歩けないよね。歩けなそうでしょ、もうここ固まってるもんね、これじゃ運動にならないよね。でじゃあそれをどうすればいいかっていうと、おへそを上げます、お尻キュッと締めました、このまんまでマサイ族の人たちみたいにポン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 ってジャンプしましょう。このままジャンプします。ポン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 、OK、力抜いて、そうするとほらダラーンと力抜いても、今力抜けてるでしょ、そうすると力を抜いてもさっきの姿勢が保てる、なんででしょうか。言うと、これ実はもう一回おへそ上げて、お尻締めてるでしょ、もう一回飛びます、ポン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 って、これ運動の前とか途中でやってほしいんです、そうするとジャンプするってすごく強い脳から情報、電気を流さないとジャンプできない、でジャンプして着地するでしょ、そうすると着地した時にジャンプをします、着地しますってすると電気が流れて帰って流れて帰ってって動くわけです、そうすると強い電気が今あなたの体を支えてる、脊柱起立筋、体の体幹筋ね、体幹の筋肉に強い電気が流れると、しばらくの間筋肉が適度に緊張を保ちやすくなる。今までダラーンとしてダラーンとした筋肉がちゃんと意識しておへそ上げてお尻締めて、そのポン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 って跳ねると、そうするとあとは力抜いてもいい姿勢が保ちやすくなる。でこれはもう一つすごくいいことがあって、強い電気が流れて帰ってくるでしょ、電気って僕は言ってるけど、脳からの化学物
物質が出て帰ってくるでしょ、はい、そうすると刺激が返ってくることによって脳の中の血流が一気に良くなる。そうするとなんか頭がぼーっとしてるとかそういうのが治っちゃう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ストレッチを教えていただいたんですけれども、朝起きた時にこう何かしなくちゃいけないなって思いながらも結構サボって何もしていない状態だったんですね。それで朝もう寝たままもう起きたそのままでもう顔のストレッチから全身足まで自分で簡単にできることですごく体がこう軽くなる感じがしたんですけどもこれもぜひやってみたいなと思います。